はい、こんにちは。トラスト企画阿部ちゃんです。トラスト企画のみーくんです。はい、今日はですね、なんと、新車の話です。出た。トラスト企画で新車の話するのは珍しいですよ。はい。ね、大体中古の話ですけれど、はい、今日はこちらに書いてある通り、なんとフェアレディ Z いよいよフルモデルチェンジ。2021年にフルモデルチェンジする、とか言ってます。かもねみたいな感じ。でもこのフェアレディの3号を語る前に、ちょっとね、今ね、日産の現状を語らないと、この Z3 号は語れないんですよ。幻のフルモデルになるかもしれない。ちょっとね、前に説明したものをちょっとね、思い出してください。ちょっと前ね。はい。これ見ますからね。てれーん。36の GTR の話したじゃないですか。しましたね。これね、6月の23日の動画を見てください。はい。1ヶ月以上前です。で、6月の時に、36の GTR を語る前に日産の現状ということで、このお話ししたと思います。しましたね。はい。で、大事なのはどこかっていうと、ここです。2021年3月期の見通しを開示できず。あれさっき開示できずって言ったんですよ、この6月の時に。そしたら7月の29日。まあ今日30日なので昨日の話ですね。7月の29日にね、開示したんです。開示しました。ね。で、どういうふうに開示したかっていうとですね、2021年の予想、赤字だっていうことで、多分言ったと思うんですけど、この赤字額が6700億円。億円になるでしょう。なんとこれ2021年の3月ね、3月期なんですけど、これ2期連続ってことですか？そう。今ね、コロナの前に6700億円の赤字ぶっときながら、今年はコロナで6700億円赤字ぶつそうです。そうですか。これはまずいな。これね、この6700億円っていうのはね、嘘です。日産さん、嘘言ってんですか？嘘です。この6700億円にするためには、実はですね、この現在の販売台数、去年ね、この6700億円出した時に493万台売ったらしいんですよ。で、この6700億円赤字、当然ほら2割ぐらいダウンしてますよっていう話したと思うんですよね。で、今年のこの6700億円にするために412万台売りますよ。ね、売りますっていう話をしたんです。ね、8兆円ぐらいなんですよ。仮に。ね、これ。で、当然2020年の時には11兆円あったんですけど、2019年の時に9兆8000億円。で、今年は、8兆円でしょ。412万台売ります。ね、実は540万台作れる工場で410万台しか作らないので、基本的にはこの赤字額が6700億円のはずがないんですよ。なるほどですね。これね、実は412万台、ミー君の勝手な予想ですけど、412万台売れません。このコロナのね、波もありますけど。じゃあ、どのくらい売れるか、予想しました。お願いします。これね、来年の3月、だから来年の今頃から、この決算をね、出して発表したときに、1年前を振り返ってもらいたい。また動画作りましょう。そう。これね、覚えておいてください。もうね、412万台のわけないんすよ。370万台です。だいぶ減りますね。しか売れない。
はい。当然370万台なんで、7兆円になっちゃいます。7兆円台になっちゃいます。売上ダウンですね。はい。で、今ね、日産は、申し訳ないんですけど、新型車を投入していきますよっていう話してるんです。何台かね、そうなってますけど、エクストレールだったり、ノートだったり、キックスっていうのをね、発売したんです。EV のですね。そうそう。e パワーのやつね。4年前からブラジルとかで販売してたんですけど、新型車ということで、新型車ということで、日本にとっては新型車発売したんです。ものは言い方で。今、実注どのくらいあるか知ってる？わかんないです。売れてるんですか？そこそこ売れてる。そこそこ売れてるんですね。そこそこ売れてる。なるほど。一応ね、とうとうね、キックス君。キックス君はね、キックス君は1万台。あれ？もう受注してます。おお。もう1万台もね、注文入ってる。包丁のように見えます。3号 GTR が13年もかかって、売れてないのに、わずか1ヶ月もしないうちに1万台売っちゃいました。ってことは割と良かったんじゃないですか？納車はね。あれ、納車、来年です。来年3月以降とか。マジっすか？今頼むと来年3月以降になります。はい。今頼むと来年3月に車が来るそうです。もともとある車はということはね、仮に初期で頼んだのが、これ売れるとするじゃないですか。これ大体1台で300万ぐらいなんですよ。割とね、いい値段ですね。300万のやつを1万台なので、その分はこの中に入ってくるんですけど、それはこれね、実はね、日本だけの話。世界的に見たら日本はね、日産の車はね、実はね、何十%もね、実はね、落ちてない今。前までは50ちょっとぐらいしか売れてなかったね。54% とか、そんぐらいしか売れてなかった、前年単位でね。で今年は今年自粛期間中を超えてね、発売しますよって言った時からちょっとね盛り返してきて、これいいことですね。盛り返してきた。日本だけ日本だけなんですよ。これね、アメリカ最悪、もう日本以外は全滅です。全滅です。これ日本みたいにね、新型車投入して、売れてれば特に問題はないんですけど、なんとね、この412万台売ってこの赤字なんだけど、370万台で1兆円少なくなるから、これ理論上ミー君の予想ね、これミー君の予想はですね、赤字。ここ楽しみですね。どのくらいだと思う？7500億。1兆円です。1兆円赤字です。桁違った。桁が違ったよ。なんで話かっていうと、これね、ここでダウンしてるんですよ、これ。理屈考えたら6700、この台数って6700億円赤字物あるんですよ。だけど1兆円ダウンするんで、当然1兆円ダウンするじゃないですか。そうすると大体3分の1まだ増えるわけです。なるほどね。ちょうどその感じだ。だから数字的にはこうなります。やばい。もしかしたら9999億円ぐらいかもしれないけど。それはちょっと発表の時ちょろまかしてるじゃないですか。ちょっと前倒しで。コロナの発表数みたいじゃないですか。これちなみに2021年がね、
6700円予想をニスモが1兆円赤字ぶちますよって言って、じゃあ2022年はどうなるのって言ったら、2022年も当然赤字です。ね、もうね、まあ赤字のことはもう分かってるけど、新型車12車種出すんだよ。やばくないですか？ね、だって投入するコストも相当かかるじゃないですか、ね、新型車って。新型車かかんないよ。かかんないですか？そう、キックスみたいにもともとあったのこうピッて出すから。そういうことか。日本の中だけの話だ。うわ。そうなのでまずねこの話をしてからね、はい、話をしなくちゃいけないんですよ。もう暗い未来しか見えない日産ので35、ちょっと分かり話聞きたいですね。 Z35、はい、Z35 の話ね、Z35 の話をします。これで、はい、Z35 ね、まあ 400Z っていうね、っていう感じなんですけど、フルモデルチェンジ、素晴らしい。すごい何年ぶりですかねって感じ。で発売予定が2021年のまあ3月頃でしょうっていう話してるんです。はい。はい。ちょうど決算の時だ。はい。3月頃に出したいです。話してるんです。ね。で販売価格、これあくまでもねミー君予想です。300万後半から低グレード、喧嘩グレードは300万後半、380とか390とかから、400万後半、まあ480万とか70万とか、ね、まあ90万かもしれない。ので、ベースグレードはこのくらいの感じで、発売されるでしょうと。ニスモは、まあ、600万以上するんじゃないかなと。当然ニスモの設定もあるかも。そうそう。グレード的にはVR 型、ね、GTR を踏襲した感じのやつの400馬力仕様だから 400Z。なるほどね。なるほど。で GTR と違うの何が違うかって言って6速マニュアルがねあれるんですよ。3ペダルですか？そうあら、6速マニュアルいいですね。しかもオートマも設定がある。急速オートマそんなにいるのかな。ニスモは、まあ、おそらく500馬力目標にしてもらうとすごい売れるんじゃないかなと。なるほどね。これね、グレードが400馬力のやつをニスモが仮に400、ね、420とか30馬力とかで、ね、売ったらこける感じ。ここ大事。ここ大事。ニスモ感がないですよね。全然。34で失敗してるから。そうですね。34なんでさ、ニスモのやつさ、こうギャーンってこう売れなかった知ってる？外装だけだろうね。そう。ほぼほぼエンジンのパワーがアップされてない。見た目仕様。そう。形だけニスモみたいなね。でだからね。なるほどね。売れなかったんですよ。やっぱこれやっぱ差別化しないと今ぐらいな。もうこの400、500にするとか、俺のニスモとか超速いぞみたいな感じにしないとダメなわけです。プレミアム感がないですよね。俺のは違うからみたいな。そういうのないからね。こういうのが、で、実際3月頃に発売しようとしてるわけですよ、日産さん。これね、みーくんの話だけど、やめた方がいい。なんですか？売れないから。さんもう大丈夫だろうないから、やめた方がいい。じゃあいつ売ったらいいですか？逆に3月じゃなくて、夏もしくは秋以降。ね。これ理由は下手したら2022年まで引っ張った方が。春。この間に売った方が、おそらくたくさん売れるでしょう。理由は何ですか？今ね、コロナとかがものすごい蔓延してて、もうね、市場が混乱するわけですよ。これから。今はまだ、今はね、混乱してない。してない、全然してない。第2波来たかもしれない。ちょうどね。第2波来て、第1波を超えるような、お盆過ぎあたりに、感染者数がおそらくね、今いくつだ、7000人ぐらいだけど、まあ3万人とかなっちゃうと思うんですよ。怖いな。 3万人とか5万人とか、ね。
でもまだ少ない、もっと増えるから10万人とか、50万人とか、アメリカみたいに増えちゃう。でなんでさっき言ったかというと、日産がなんであんな赤字になっちゃうかっていうと、日本で赤字ぶってるわけじゃないの。世界的にね。アメリカで半分しか売れないね。アメリカで売ろうとしてて半分しか売れてないから、そうなっちゃう。やばいな。そう。半分しか売れてないのよ。主な原因はコロナとかそういう。そうそう。もう世界で売れてないから。日産車の車が売れてないのは日本で売れてないんじゃなくて、世界で売れてないから。でこれ3号出したところで、大した金額にならないんですよ。仮に500万ぐらいの車をね、キックスみたいに1万台とか売れるわけないです。売れるわけないんですよ。こういう車ね。そう計算してみてください。そうですよね。何百億円になるか。大した金額じゃないんです。で当然ね、これガソリンとかだと、ガソリンはねヨーロッパで嫌われてるんですよ。あんまり出すと CO2 削減してないからダメですみたいな、そのうち売っちゃダメですみたいな話になっちゃう。そうだからたくさん売れないの、ヨーロッパとかで。だから本当に売り上げ的にこれ本当ね、 Z なんかはね、アメリカで売る車なんだから。そうですよね。本来の市場はね、もともとフェアレディ Z は日本で売るためじゃなくてね、アメリカで売る予定のものなんですそうで、アメリカで今半分しか売れてない、日産車が半分しか売れてないのに今やんじゃねえよって話だろ。そうだからこれ秋彦にしろっつって、秋彦が送らせろって話してるね。まあこれ送らせれば送らせるほど、確かにね、日産は傾くかもしれない。それ確実にもしかしてトヨタになっちゃうかもしれない。トヨタになっちゃうかもしれないんだけど、フォルクスワーゲンだからフォルクスワーゲンになっちゃうかもしれない。3期やんなきゃ大事。まだね、まだね、キャッシュフローが少し残ってる。経営者側からしてみると。そうですね。まだ今年の今期のやつで死なない。第1期、3期連続同じ金額で赤字振った場合は終わっちゃうかも。消える。消える。トップも消える。やばいな。そうならないためにね、少し遅らせた方がいいんじゃないか。遅らせた方がいい。もっとね、今もう少し開発をちゃんときっちりとして、ここの価格をなるべく少し下げる形のものを作ってね、安い価格帯でたくさん売るっていうことをした方がいい。そうですね。ノートとかセレナとかたくさん売ってきたじゃない。すげえ値引きして。この間言ってましたね。そうそう。だから儲かんねえんだっつう話。そう。アメリカとかでリースとかさ、レンタカーみたいなやってますね。あれすっげえ安く出しちゃったの。たくさん売ったんだけど全然儲かんねえの。台数はね、ナンバーワンとか言ってても、一番売ってるよっつっても一番利益出てないよ。車作っちゃって悲しい。今はね、値引き幅もちょっと渋くなってきてやってんだけど、これも渋い価格でもいいわけだよ。その代わりここのスタート価格を安くして若い人でも乗れるような価格にしたいの。これ間違っても600万とか700万とかで出しちゃったらね、終わり。日産さん2年後には会社ないねってすげえ12車数もさ、出すって言っててさ、いろんなさノートとかさ、そういうのエクストリールとか出すんだけどね、なくなっちゃうよ本当に。短期連続だって足して皆さんは何億2兆円超えんだからね。もう2兆円、去年から比べたらもう2兆円超える。それ3兆円も赤字振ってみないよ。死ぬからもう死んじゃいます。10兆円もねえ会社がさ3兆円も赤字振ってみないよ。会社なくなっちゃう。だからこういうふうなやつね、本当はもっと詳しく説明しようと思ったんだけど、なんかね話長くなっちゃって日産の話。そうですね。これは小出しにしていくから。今は小出しにこんなくらいでやった方がいいよ。で、ニスモはなるべくパワーアップした車。そうですね。ここの600万してもいいから、ここがいいんだよ。こっち安くなしダメ。こっちは高く売れるから大事。最初500って株つまり。
いや400から500馬力アップするのに、ね100万以上かかるでしょって話だよ。1馬力大体1万円です。1馬力1万で、はいそんな感じです。なるほど、ありがとうございます。じゃあ今日は日産のこうね発表になった現状と35Z のねお話ししてきたんですけど、これね実際に来年になってみーくんの予想してた数字がどうなるかめちゃくちゃ気になりますね。やっぱ振り返りっていうの大事ですよ。大切ちゃんとね、言ってることは正しいってことをそういうことです。証明しなくちゃいけない。値上がりする、値下がりするとかつってるやつ、特にね。もうだってその通りになってますから。その通りなんです。その通り。はい。だからまた来年のねこの時期に発表されますから、そしたら動画作りましょう。ぜひ。あんまり言うとね、その通りになっちゃう怖いんだよね。いやもう怖いですね。理想の人多分見てると思いますよ。本当はねここでね黒字になりますよって嘘言っていけばいいんだよ。そしたら黒字になっちゃうよ。あ、なるほどね。ミークが言ったら黒字になっちゃう。そういやもう口が裂けても黒字になりますって言えないね。ここの本当に内部事情知ってるから。嘘つきようがないですよ。そんな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあね、続報情報ねお待ちください。今年にしていきます。はい、よろしくお願いします。はい、では今日は以上で終わりです。はい、次の動画でお会いしましょう。